皆さんお久しぶりです。旅倉です。先月2週間の北欧旅に行ってきたんですけども、無事に帰国いたしました。この時点で帰国してからもう2週間近く経とうとしているんですが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。帰ってきてすぐ結構時差ボケとかもあったり、旅の疲れもあったりとかで、全然 YouTube の方を更新できていなかったんですけど、今日は、北欧で購入してきたものをご紹介しつつ、旅の様子を皆さんにお届けしたいと思います。いつもの通り観光情報はほぼないので、そちらはご了承の上で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。では早速行ってみましょう。Someday I'll find home. The picture in my mind. A place where I can go. And you'll be always mine. Always mine. Always mine. なんか聞いて感じ。Jealous love has passed like the seasons do. I can see the sun. I think I'm falling in love with you. Kiitos.
japansk få. Ah, behöver? Okej.息子は日本のお嫁さんを探してるんだって。Så i dagar imorgon måste vi göra lite sightseeing. Lite sightseeing, precis. Jag förstår. De kommer till min lägenhet först och lämnar väskorna. Sen vi ska... Ja, precis.切なすぎるちょっと布を見てくるねまたまずこちらのスウェーデン、いかにもスウェーデンっていう感じの柄のキッチンクロスを買いました。ちょっと待って、これだと分かりづらい。こんな感じのキッチンクロス、ヴィンテージのキッチンクロスなんですけど、ここにシナモンロールが乗ってたりとか、いかにもスウェーデンらしい柄のヴィンテージのキッチンクロスを購入しました。素敵な布がいっぱいあって、ここでたくさん買ってきたんですけど、これはブルーベリーの刺繍が入ったリネンのクロス。こちらは丸テーブル用のテーブルクロスになります。ヴィンテージなのでちょっと色合いがくすんでいたりもするんですが、それもまた味になっているかなと思います。とにかく刺繍がすごく美しくてすごい素敵だなと思ってこちら買ってきました。あとこれはコットンの刺繍のクロス。この刺繍もすごい繊細な感じで、北欧っぽい刺繍だなと思って、そしてこのテーブルランナーみたいなクロスステッチのリネンの、これはね手刺繍ですね。手作りのものだと思います。そしてこれもちょっと映像だと分かりづらいかもしれないんですけど、結構繊細な刺繍が施された丸テーブル用の生地になります。これもコットンですね。わかるかな、刺繍。こんな感じの刺繍の柄が上品に入った布になります。そしてこちらはフィンランドのフィンレーソンの布になります。爽やかなブルーが可愛いです。あとこのグリーンのこの布は、生地的には薄手のブランケットっていう感じの割と大判なものになります。ソファーの端とかにポンって置いといてもこれ自体が可愛いし、割と暖かそうな素材になってます。Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance.
こで1時間だ大体。リスいないかな、リス。リス探して。荷物が重くなるから割れ物はなるべく買わないようにしたいと言いつつ、早速2日目にめっちゃ割れ物買ってるんですけど、日曜日っていうことで、日曜日といえば飲みの市なので、私の中では飲みの市でも意外とそんな行けたことがなくて、いつもなんかこうシーズン外れみたいな感じの時に行くことが多いので、今回もそんなに行けてないんですけど、セーデルマルムっていうエリアの飲みの市に張り切って朝から行って、そこからこうちょっと北上ガムラスタンに行って、で中央駅の方の飲みの市に行ってっていう感じの2日目の過ごし方だったんですけど、最初に行ったね飲みの市がすごく一般の方も結構いたんですけど、一般の方ではなくてお店をやってる方だったんですけど、そこがね結構品揃えも良かったし、お値段もすごく安かったんですよね。でそこで見つけたこちらの鳥ちゃん、鳥の置物と、あとはアラビアのカップ&ソーサー、これも何個かあったけどちょっとやっぱり重さにビビってしまい、今となってはもっと買ってくればよかったなみたいな。最初だから値段のこのなんか感覚が分からなくて、相場感が分かんなくて、でも今思えばめちゃくちゃ安かったんですよ、ここの飲みの市で売られている方、お値段が。でこれもアラビアのカップ&ソーサーで、その後に行ったセーデルマルムのお店で、このデコ社っていうところのキャンドルスタンドだと思うんですけど、ここにちょっとした小物を入れたりとか指輪入れたりとかしても可愛いですよね。であとはセカンドハンドショップでレースを4枚買ったのと、レースの花瓶の下に敷いたりするようなやつ、あとこれなんかハートの模様が入っててすごい可愛いんですけど、色も可愛いし、これとこれもテーブルランナーみたいな、なんか昔おばあちゃんの家にあったみたいな感じのこういうレースのものを4つ購入してきました。このすごい可愛いムーミンの布を見つけたんですけど、これは多分子供用の布団カバーだと思います。なので結構大きいんですよ。柄も可愛いし、色使いも可愛いんですよね。ガムラスタンのセカンドハンドショップは2回行ったんですけど、1回目の時はなんかあんまり買うものないな、ちょっと終盤だったっていうのもあって、疲れもあったっていうのもあって、なんかいいものあんまり見つけられなかったんですよね。でその翌日か2日後ぐらいかなにまた同じお店に行った時に、なんかやっぱりこう新しい視点で見れるっていうか、なんかその時物が本当にとにかくいっぱい置いてあるので、1回見ただけだとこう見つけられなかったものが2回目行った時に見つけられたりとかっていうのがあって、1回目は全く何も買わなかったんですけど、2回目はこのさっきのムーミンの布とか、あとはスウェーデン語で書かれたキッチンクロス、なんか夫は妻を大事にするべしみたいな、そういう家訓みたいなことが書かれているそうです。色使いがすごい可愛いなと思って買ってきました。でこの白樺のケースだったり、あとこの蓋付きのケースも手作りっぽいですけど、この取っ手のところもレザーになってて可愛いんですよね。それからこんなものも買ってきました。なんかスウェーデンはもう現金を使えるとこが本当になくて、現
現金受け付けませんみたいなお店も結構あったんですよ。ただ観光地のカムラスタンは割と現金 OK ですよみたいなところはお店があったので、もうここのお店でもう現金を使い切らなければって思って、でそのスウェーデンクローネって、スウェーデンはユーロじゃなくてクローネなんですけど、 4,5 年前ぐらいにデンマークに行った時に、デンマークから電車ですぐ行けるマルメっていう町に行こうと思って、ただその電車がストップしてて行けなくて、結局その時に両替してたスウェーデンクローネが1万円分ぐらい余ってたんですよ。なので今回の旅で使い切ろうと思ってそれを持ってきてたんですけど、割と現金を使えないみたいなお店があって、このカムラスタンのお店で現金を使い切ろうと思って、もうすごいだからそれもあって1回目の時には細かくそこまで見てなかったところのお店の隅々っていうか、もう端の端まで見てこの小物たちを見つけたっていう感じなんですよ。でレジのところのガラスケースにある引き出しみたいなところもちょっとこれ見せてとか言って出してもらって、その中からなんかこうちょっとしたこういう木でできた手芸道具みたいなのとか買ってきたりとかして、そこで綺麗に現金を使い切って帰ってきたっていう感じでした。でその時なんかすごい計算してほぼぴったりぐらいで買ったはずなのに、お店の方の計算が間違えていて、あれってなって、でもう一回計算し直して、でいやこれこうだよって言ったらなんか間違えていて、計算し直してくれたりっていうこともあったので、なのでちゃんと事前に自分でも分かんなくなっちゃうので計算していくらだなって思ってレジに持ってった方が、お店の人もたまに間違えることがあるので確実だと思います。で最後の最後に中央駅の近くでやっていた飲みの市、そこにたどり着いた頃にはもう本当に皆さん閉店の準備、荷物をどんどんまとめているぐらいの時間帯だったんですけど、そちらでこのロールストランドの花瓶を購入しました。これは結構高かったんですよ。日本で買うよりはもちろん安いですけど、って結構躊躇するような値段だったんですが、でも買って頑張って持って帰ってきたらやっぱ買ってよかったなっていうものの一つですね。すごい可愛いですよ。で私もともと持ってたロールストランドの花瓶があって、こちらなんですけど、これよく登場するので見たことあると思うんですが、これとね親戚みたいな感じでめっちゃ可愛くないですか？この色合いというか、これはねちょっと高かったけど買ってよかったなって思っています。高かったって、値段は基本言わないつもりなんですけど、これに関して言えば4500円ぐらい、日本で買うよりは安いっていう感じですね。はい。ちょっと湖で遊んで、その後みんなでご飯食べよう。すごいでっかい猫。でかい。君何？猫バス。